はい、ボーカロイド5の解説第4弾となります。ここでは複数のトラックを使ったハモリパートの作成、エフェクトの適用、そしてサウンドの書き出しやルーティングについて進めていきます。まず前回、歌詞の入力やエディットを行ったこの部分に対してハモリパートを加えていきます。第1回目の動画でお伝えしていますが、DAW 上のトラックに対して立ち上げることができるボーカロイドは必ず1つとなります。そのため、複数のトラックを重ねる場合は、すべてこのボーカロイド5内で行っていきます。その方法、非常に簡単です。まずこのトラックリスト部分、右クリックしまして、ボーカロイドトラックを作成を選択します。このように新たにトラックが作成されます。あとはメインのボーカルパートをハモリパートにコピーします。このようにハサミツールを使って必要な部分をカットします。その後にこのパートをバックオプション、Windows Alt キーを押しながらドラッグすることで、このように簡単に複製を作ることができます。このトラック、同じ操作で3つ4つ増やしていくことができますが、その際に注意したいのがこのトラックネームです。これらが増えていくとどうしてもですね、視覚的に分かりにくくなってしまいますので、このようにトラックネームをダブルクリックして名前を付けておくことをお勧めいたします。現在このメインをコピーしただけですので、トラック内容は全く同じになっています。このピッチを動かしてハモリを作っていきます。この際、ハモリをつけたいノートをまとめて選択して、どれか一つのノートを動かすことで、一斉にですね、ノートを移動することができます。ボリュームを高めに設定して分かりやすくしておきましょう。基準を作って、あとはですね、気になった箇所だけを直していくと。ノートの移動はこのようにマウスで行うことができますが、キーボードの上下矢印キーで半音単位の変更が行えるほか、シフトキーをですね、押しながら上下矢印を行うと、こんな感じでオクターブで変更が行えます。今はですね、この部分、半音下げるとちょうどいいかもしれません。この部分はハモリではなくユニゾン1オクターブ下で歌わせてみましょう。こんな感じですね。同じような要領で後半も調整してみます。対象を選びまして、次はノートに対して上のノートを割り当ててみます。実際に確認してみましょう。ここで気になった部分をまた直していくと。そしてこの後半、ブレイクが入りますので、ハモリは必要ないかなと思いました。そういった時は対象のノートを選択して、デリートキーで削除すれば OK です。このノートも上ですね。これで確認してみましょう。これが終わりましたら、メインのトラックとのボリュームを調整していくという感じです。現在この部分からボリューム調整を行っていますが、この右上のミキサーボタンをクリックしますと、このように現在使用しているトラックが全て一覧で表示されます。それでは聞きながら調整を行います。このようにしてメインのパートを複製することで簡単にハモリトラックを作成できます。次にトラックに対してエフェクトの適用を行っていきます。このエフェクト適用なんですけども大きく分けて2つの種類があります。一つは各パートごとに異なるエフェクトを設定する方法。そしてもう一つはトラック上すべてのパートに対して同じエフェクトを適用するという方法です。まずはパートごとの適用です。例えば第2回目で配置したこのオーディオファイル確認してみますと、ちょっとサウンドが浮いています。このパートのみにエフェクトを適用してサウンドをなじませます。目的のパートを選択しますとオーディオエフェクトというものが出てきますので、この右下のプラスボタンをクリックします。もしくはこの空いている部分を右クリックしてオーディオエフェクトの追加。どちらからもアクセス可能です。適用したエフェクトを選択して OK を押しますとラックに追加されます。同様の操作で複数のエフェクトを追加できます。エフェクトをドラッグしてこのように並び替えることもできます。エフェクトが不要な場合は対象のエフェクトを右クリックしてオーディオエフェクトの削除を行います。エフェクトを一時的に無効にする場合はこの電源ボタンをクリックして消灯させます。再度クリックしますとその効果が復活します。このディストーションはサウンドを歪ませることができるエフェクトでトラックの馴染みが良くなります。このドライブを上げていくとその効果が高くなります。最後のアウトプットでボリューム調整を行うこともできます。このような形ですね。リバーブで残響を加えてさらに馴染みを良くします。ホール、ルーム、プレートなどリバーブのタイプを選択できるほか、ドライウェットでリバーブの強さを設定できます。
このようにエフェクトでサウンドの印象大きく変わります。現在はオーディオファイルですが、ボーカロイドトラックの各パートに対してエフェクトを適用する場合、スタイルをクリックしますと、この下部分からエフェクトの調整が行えます。スタイルプリセットにはすでにエフェクトの設定も含まれていますので、気に入ったサウンドから微調整を行っていくという使い方もおすすめです。そしてトラック全体にエフェクトを適用する方法。例えばこのサビ部分のボーカル。各パートを基本的に同じサウンドで統一したいと思っています。一つ一つのパートに対してエフェクトをエディットしていくよりも、トラック全体にエフェクトを適用した方が効率がいいです。その方法はこのミキサーウィンドウ。各トラックの上にエフェクトというものが用意されていますので、こちらをクリックします。今ですと4トラック目ということですね。エフェクトの適用方法は同様となります。ラック部分を右クリック、もしくはプラスボタンから目的のエフェクトを追加していくと。適用前がこんな感じです。そして適用後。このように同じトラックに配置された各パートに対して同じエフェクトが適用されます。そして次に、ボーカロイドの各トラックをダウンに個別に出力してエディットを行いたいという場合もあるかと思います。その場合、このミキサーのアウトプットを使用します。今は全トラックマスターに流れていますので、このアウトプットメニューをクリックして各トラックの出力を個別のチャンネルに指定します。これでボーカロイド側の設定は完了です。次にダウの設定です。ここではキューベースを例に進めていきますが、各ダウの設定は動画概要欄にリンクを貼っておきます。ボーカロイドのトラックを選択して、この部分をクリックします。トラック1、2、3などですね、数字が出ていまして、これがボーカロイドのバスナンバーと連携しています。今ですとトラック1から4、有効にしますと、このように各トラックが表示されます。トラック4がサビ。トラック3が SE。トラック1がメインメロディー。などですね、個々のトラックで受けることができます。この際、ダウ側のトラックネームを統一しておくと、トラックの把握が容易になるためおすすめです。あとはダウ側でボリューム調整、パイや個別にですね、エフェクトを設定していくことができるという感じです。また各トラックを個別でオーディオファイルに書き出すことができます。ボーカロイドの上メニュー、ファイルからオーディオミックスダウンを選択します。マスタートラックは全トラックを一つのオーディオファイルとして書き出します。マルチチャンネルでは選択したトラックのみを個別に書き出すことができます。この際、Mac コマンドキー、Windows コントロールキーを押しながらクリックすると、このように複数のトラックの指定も行えます。そしてこの部分、このチェックが外れていますと、先ほど適用したエフェクトのサウンドがオーディオファイルに組み込まれます。逆にこのエフェクトを組み込みたくないといった場合は、このチェックを入れておきます。これらを確認して OK を押します。あとは書き出す場所を指定して開くをクリックします。そうしますと、このように個別にオーディオファイルとして書き出されます。プロジェクトに対してこのファイルを読み込みます。このように波形としてバッチリ読み込まれます。はい、ボーカロイド5、全4回にわたって解説してきました。充実したボイスやボーカル表現、様々なフレーズを提案してくれるフレーズ作成機能、そしてエフェクト処理や自由なルーティング、バージョン4と比較して大きな進化を遂げているという点もご確認いただけたかと思います。ボーカロイドに興味がある方、以前のバージョンをお使いの方、ぜひボーカロイド5を使用して自由なボーカルトラックの作成を体験していただけたらと思います。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。